皆さんこんにちは。寿屋企画担当の千葉です。今回私が担当している遊戯王デュエルモンスターズシリーズの商品を紹介していきたいと思います。この動画では商品の制作秘話やこだわりポイントなど時間の許す限り語り尽くしたいと思いますので、皆さんお楽しみに。三原神というのはオベリスクの巨神兵、オシリスの天空竜、ラーの翼神竜の3体の神のカードを指すモンスターですね。原作アニメファンの方にはもう神のカードと聞くだけでたまらないですよね。僕も自身もですね、遊戯王デュエルモンスターズ、この三原神が出てきたバトルシティ編ですね、もう毎週欠かさず漫画でも読んでましたし、デュエルモンスターズのゲームもやってましたし、アニメも欠かさず見てですね、この3体がまさかのゲームソフトに封入されるっていうことでですね、3バージョン出たんですけど、もう親に頼んで、買いに走ったぐらいですね、思い出のある一番大好きなモンスターたちです。今回このスケール感でですね商品化できたことがとっても嬉しく思っています。重厚長大シリーズというのは、重厚感あふれる巨大なスケールとその迫力に劣らない巧みな造形と塗装表現を駆使した超規格外シリーズです。一文字ずつ解説していくと、重厚感、高塗装の巧み、超あらゆるフィギュアを超越するという意味、大胆さやその大きさを表しています。普段私はプラモデル企画を担当しているんですが、今回フィギュア企画にも挑戦する機会に巡り合い、一体どのような商品を作れば皆さんが喜んでくれるか、驚いてくれるかということを考えました。そこで15センチサイズのプラモデルでは表現できないことをやるのはどうかと思い、既存の寿屋フィギュア商品シリーズとはスケールの全く違うシリーズを立ち上げようと試みました。それがこの重厚長大シリーズです。この意味で今回これだけインパクトのある圧巻のボリュームで商品化できた三原神はまさにシリーズ第1弾にふさわしい商品になったと思います。造形としての表現と、塗装での表現ですね。造形面で言えば3体それぞれの持つ質感、例えば機械的なデザインと不死鳥の名を冠する、鳥のような体躯が合わさったラーの、曲面と平面のバランス、唯一人型の、オベリスクは、隆起するたくましい筋肉だったり、分厚い装甲や、鉱物のような、すごい硬い、重厚なイメージの全身の造形、そして、飛行船を劇中で一周するほど長大に巻きついているようなオシリスの全身の、自然なうねりだったり、竜や蛇を連想させるような、有機的な生物の造形、その他作中の線画で表現されている一つ一つの造形の側面に入る陰影を強調するような影の線ですね。ただの規則的な線ではなくて地層のような不規則な線でこれを表現しています。次に塗装に関しては高級感と本物感ですね。チープさが出てしまわないように全体のコントラストに気をつけたり、神としての重厚なイメージを最大限引き出せるように全身の凹凸部分にですねシャドウをかなり強調して入れています。また爪や牙、背びれなどは生き物としてもリアルさ、生々しさというものが表現できるように影になるような爪の付け根の部分なんかには黄ばみを入れたり、先端は薄く鋭く研ぎ澄まされているイメージが伝わるように透け感のあるような多少少し青みを入れてみるなど細かく色味を調整しています。背びれや角、トサカなど付け根の部分からですね末端にかけてエッジ感をですね際立たせるためにハイライトを薄く入れています。
難しかったことは、今お話ししてたような、こだわりの部分っていうのはやっぱりすごいこだわった分すごい突き詰めることが多くて大変だったんですけれども、強いてあげるんだとするとやっぱり、大きさからくる強度とこの造形の両立っていうのはかなり難しかったですね。はい、もうギリギリの大きさだったりとかっていうところ、ただやっぱりできるだけ大きくて迫力のあるもの、やっぱり神様なので、偉大さだったり重厚感みたいなのは最大限伝えられる限界の大きさをっていうところはかなり、開発と原型師と詰めました。その他は、どの角度から見ても迫力が伝わるようなポーズの選定ですね。ただ巣立ちにさせるのか、オシリスもどういうようにこう、体をこう曲げるのかとか、あとはラーのポージングとかも結構ラーはいろいろ劇中で変化するので、この形態だったらどういうポーズが一番お客さんの中でラーとしてのイメージが伝わるかみたいなところの選定の部分ですかね。そこはかなり最初の部分ですけど、時間をかけました。あとは決まってからはもうみんなやっぱり遊戯王デュエルモンスターズ大好きな人たちがみんなで作ったものなので結構スムーズに進んだかなと思います。今回、この重厚長大という新ブランドを立ち上げるにあたって特設サイトとスペシャルムービーを制作いたしました。まず特設サイトから紹介していきたいと思います。この特設サイトも、私が、ディレクションを、させていただいております。とても見応えのある、サイトコンテンツとなっていますので、皆様ぜひサイトへお越しください。お気に入りのページは三原神をぐるっと回転して見られる360度ビューのツールですね。ただ一周ぐるっと見られるだけではなく、拡大縮小もできるので、先ほどご紹介したこだわりの塗装部分だったり、細部のディティールっていうのを見ることができます。他にもたくさんの見どころがあるんですが、それはサイトに訪問してからのお楽しみということで、そして今回スペシャルムービーも、この三原神のために用意しました。これに関してもですね、寿や YouTube チャンネルにアップしているのでぜひ見に来てください。ではちょっとこれで見ていきましょうか。ご覧ください。いやーいいですね。途中なんですけどね、1分半の中にたくさんの魅力的な演出が入っています。私がディレクションをした部分は三原神がそれぞれ画面から登場する演出部分なんですけれども、そこはですね作中のイメージに沿ってですね CG やエフェクトなどをふんだんに使って迫力のある演出に仕上げています。ぜひかっこいいので最後まで見てください。そしてなんとですね、今この場で流れているのと別で正式動画の方ではなんと会話瀬戸役の津田健次郎さんにナレーションを担当してもらっています。本 PV のためだけに、取り下ろしたセリフですからね。いやー至れり尽くせりですよね。プロモーションにもかなり力を入れています。動画最後まで見応えたっぷりの内容となっているので、津田さんナレーション入りバージョンの方は寿や YouTube チャンネルで見られるので皆さんぜひご覧ください。続いてはブラックマジシャンガールについて紹介したいと思います。今回寿屋からプラモデルとして、発売されます。プラモデル
って思う方もいらっしゃると思いますが、そうなんです。今までですねフィギュアだったりとかアクションフィギュア、たくさんですねブラックマジシャンガール立体化はあると思うんですけれども、おそらくプラモデルとしては商品展開今回が初めてなのではないでしょうか。原作のブラックマジシャンガールの可愛らしい姿やシルエットを崩さずに今回プラモデルとして立体化いたしました。見てください、ぜひ。可愛いですよね。こだわり部分はブラックマジシャンガールのまず服装の造形ですかね。布っぽいブラックマジシャンガールの造形の部分というところで、スカートだったりとか背中の、ひらっとしたマントの部分のピンク色の部分ですね、この辺は、プラモデルなんでプラスチックなんですけれども、布としてちゃんと見えるように柔らかさが伝わるようにっていうところで、だんだん先端部分に行くにつれて、プラモデルの強度の限界まで補足したりとかっていうところで、布感を演出しています。あとはこだわりとしてはブラックマジシャンガールのやっぱりお顔ですね。可愛らしいお顔の部分っていうのは、アニメだったりとか、原作の、イラストや作画の方を見ながらですね、ブラックマジシャンガールの顔というところでかなり造形の方を、追求しました。立体化する上で難しかったことは、可動と、造形の両立ですね。見ての通りブラックマジシャンガールって胸の周りから肩にかけてこう布のところがつながってるんですけど、これ布だったらいいんですけど、やっぱり、プラスチックなので腕を上げたりとか腕を前にする可動をさせる時にどうしてもこう干渉してしまうっていうところがあるので、極力ですね違和感のないように、腕を可動させる時にこの、胸から肩にかけてつながる布の部分がこう上にこう避けて可動してですね逃げてくれて可動範囲を妨げないようにするような、設計を施したりとか、あとはですね、膝の部分の可動というところで実はちょっと僕ならではのオリジナルの機構を入れています。僕がですねこれまで関わってきた、キャラクタープラモデル、例えばジェネだったりとか、自分のオリジナルシリーズアルカナリアシリーズの、可動機構でもこだわっているところなんですけれども、立ち姿の、綺麗さみたいなところを、しっかりと表現できればなというところで今回、自分のシリーズアルカナリアで初採用した、引き出し式の膝関節を導入しています。この関節機構によって足を伸ばしている際には関節ジョイントや可動のための隙間、そして段差が見えず太ももから足先までつながった綺麗なシルエットを表現することができます。そして内蔵した関節を引き出すことで可動範囲も十分に確保することが可能となっているため、可動性と造形2つを両立することが可能となっています。遊び方ですか。そうですね、プラモデルとして作られているので、まず大前提にさまざまなポージングが可能です。今回いろいろなポージングを用意したので、どうぞ画像の方で見ていきましょう。さらにですね、今回このブラックマジシャンガールは正式な商品名としてクロスフレームガールブラックマジシャンガールというシリーズで商品名としている通りですね、クロスフレームガールということで寿屋のキャラクタープラモデルシリーズ、フレームアームズガールシリーズであったりアルカナリアシリーズだったりキャラクタープラモデルの設計と一部共通になっている部分があるので、いろんなところをですねこれまでの寿屋のプラモデルシリーズと組み合わせて楽しんでいただくことが可能となっています。ここについてはですね、今この段階ではですね、いろいろ紹介することはできないんですが、これはですね後々またどこかでちょっと紹介できればなと思ってますし、お客様の方でですね遊んでいただいて実際手に取った時にいろいろこういうところも組み替えて遊べるとかっていうところをですね発見して楽しんでいただければなと思います。これまで寿屋から数多くの遊戯王デュエルモンスターズシリーズのフィギュアを立体化してきたわけですが、過去のラインナップを一つずつ振り返ってみましょう。
そうですね、やっぱり造形はかなり見どころかなと思ってます。3キャラクターがそれぞれ持っているデュエルディスクの、この一つ一つ細かい造形だったりとか、ちゃんと指で挟んで、カードを持っているところだったり、それぞれ3キャラクターのポージングですかね、遊戯、海馬、マリクっていうところでやっぱりまさしく、三原神神のカードをめぐる、バトルシティ編っていうののワンシーンをですね切り取ったような、キャラクターたちが生き生きしているというか、そういうポージングと造形っていうところは見どころかなと思います。本日はこの動画を見ていただきありがとうございました。今回三原神、遊戯たち、そして、プラモデルブラックマンシャンガールを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今改めてここに3体並んでるんですけれども、オシリスはですね24センチの遊戯が小さく見えるぐらいかなり圧倒的なボリュームというか迫力もあってめちゃくちゃかっこいい仕上がりになっています。そしてですね、このフィギュア2体と並んでもですね遜色のないプラモデルブラックマンシャンガール、本当に、プラモデルなのかと疑うぐらい、かなり出来のいいプラモデルに仕上がっていると思います。そしてですねプラモデルなんでここからいろいろなポーズをつけたりとか、表情もいろいろ変えたり、いろいろ楽しむことができますので、ぜひ、皆様お楽しみにということで、今後もですね、皆さんのご期待に応えられるようにいろいろな商品を企画していこうと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。